世界初の腕時計の一つとして認識されている時計になっているんですけども、このサントスのデザインにこの今の時代が追いついてきたと考えています。どうもこんにちは。時計通信編集長の須川です。今回はですね、サントスがなぜ人気かということについてお話をしたいと思います。このサントスは時計業界ではかなり有名なエピソードがある時計でして、一般的に時計業界では世界初の腕時計の一つとして認識されている時計になっているんですけども、これお話としてはもともとカルティエの3代目であるルイ・カルティエっていう方がいらっしゃったんですけど、このルイ・カルティエのこのお友達がアルベルト・サントス・デュモンという人だったんですけど、このサントス・デュモンというお友達のために作った時計が、最初のサントスになっています。でこれどういうことかと言いますと、このお友達のこのサントス・デュモンさんというのがお金持ちで裕福な方で、飛行機に乗る時に懐中時計だと時間が読めないというのがありまして、それをこのルイ・カルティエに相談して、じゃあルイ・カルティエが作りましょうということで作ったのが、このサントス・デュモンさんのために作ったサントスという時計になっていて、昔の時計の場合には懐中時計にこうベルトをつけて腕に巻けるっていう風にしたものがあったんですけど、本当に腕時計として設計して、デザインもこう腕時計でしかできないデザインっていうのを考えて作ったのがこのサントスが初だったという風に言われています。最初のサントスの、見た目を、今に残しているモデルがこちらの今のサントス・デュモンというタイプになるんですけど、こちらが、最初のサントスに近い見た目をしたものです。今見るとかなりクラシカルな見た目になっているかなというふうに思います。でこの初代のサントスというのがかなり長く作られていたんですけども、やはりですねこう時代がこうどんどん移り変わっていって、時計のトレンドも変わっていく中で、このサントスも若干こう姿を変えていくという中で生まれたのが、こういった見た目のサントスが、1970年代以降に登場しまして、それ以降はこの見た目のサントスというのがサントスのメインイメージになっていくかと思います。そしてその後に例えば2000年代に入っていくと、時計が大型化していく中で、こういった大型のサントスが、これサントス100というモデルなんですけど、サントスが登場したりしていって、どんどんこのサントスというのは時代とともに見た目を変えていきますという中で、最近どうなっていったかというと、こういった見た目ですね。これが今のこうサントス・ドゥ・カルティエというモデルですね。ということでサントスはかなりこう種類でもたくさんあるっていう状況があるんですけども、ただし現行のサントスはどれかっていう話をすると、現行のサントスは2つになります。1つがサントス・デュモンというタイプになります。でこのサントス・デュモンというのは、手巻き式だったりクォーツ式だったりをしますし、あとこの見た目が初代のサントスの見た目をしているので、かなりこうクラシカルなテイストのモデルなので、どちらかというと、こちらはこう趣味性が高い、こう本当に好きな人が好きというタイプになってくるかと思います。そして、もう一つの現行モデルとしては、こちらですね。こちらは、サントス・ドゥ・カルティエというモデルでして、これは、自動巻きのタイプで、見た目もこうかなり現代的なタイプになります。ですのでこちらは、どちらかというとこう幅広い方に受け入れられるような見た目をしておりますので、こちらがかなり今の人気を引っ張っているかなというふうには思うんですけども、先ほどのサントス・デュモンというのがかなり趣味性が高くて、かなり時計好きをこう狙っているのかなっていうことがあるとすれば、こちらはかなり幅広い方に支持されるようなタイプになっているかと思います。当社コメ兵でもこちらのサントス・ドゥ・カルティエを探されている方が多いイメージはありますので、今回はこちらのサントス・ドゥ・カルティエに注目してお話をしたいと思います。そしてここからが本題です。今回の本題はサントスが人気になっている理由をお話しするということなので、ここからはこのサントスが人気になっている理由を個人的に分析したことをお話したいと思います。まず、私が、このサントスがなぜ人気かっていう理由の一つ目としては、このサントスのデザインにこの今の時代が追いついてきたと考えています。その一つは、まず今ラグスポ人気があるということが挙げられます。これはどういうことかと言いますと、今2015年以降ぐらいはこのラグジュアリースポーツモデル、ラグスポと呼ばれるモデルの人気がどんどん高まっているんですけども、これは
こう見た目がこうスポーティーでエレガントであるというこの両方合わせ持ったモデルというのがニーズが高いという今の状況になってきた時に、このサントスのデザインがバッチリはまってきているというような状況があります。なぜならばですね、このサントスはですね、昔はかなり、クラシカルな見た目で登場したんですけども、最近のサントスはこう見た目が、このスポーティーでこうある程度エレガントでっていう要素を合わせ持つデザインに生まれ変わっていましたので、このサントスがかなりこのラグスポに近い要素を持っていたので、もともとサントスはラグスポのブームの前からあったんですけど、こう時代がこうどんどんこのサントス側に寄ってきて、今はその時代ががっちりこのサントスにはまったというような状況があると思います。でそしてラグスポブームも2015年ぐらいからと考えればもうかなり年月が経ってきた中で、当初のこのロイヤルウォークとかノーチラスとかこういったこのラグスポとはちょっと違うテイストがいいなっていう需要も少しずつ増えてきていますので、そんな中でこの四角いタイプのサントスというのはやはりちょっと今までのラグスポとは少し違うテイストなので、こういったモデルを好まれる方も増えてきたのかなというふうに思っています。そしてもう一つとしましては、今歴史的なアイコンモデルの人気が高いというのがあります。これはどういうことかと言いますと、以前までは消費者の方がこの時計を選びますっていう時に割とこう人気なモデルにこう皆さん行くっていうのが割と多かった印象があるんですけども、最近ですね、この時計を買う消費者の方もかなり雑誌とかインターネットで時計のことを勉強してから買いますという方が増えましたので、ですので買う方も時計に詳しくなってきているという状況があります。でこの背景の中で、時計をこう人気だから買うのではなくて、しっかりとした調べた上でなんか歴史的な凄さとかそういった背景までこう見てから買うようになっているようなことがありますので、例えば昔だったらロレックスオメガ人気ですっていうことが多かった中で、最近だと例えばタグホイヤーのモナコとかこう歴史がしっかりしたモデルを今までとは違う流れでこう好きになるって方が増えてきまして、そういった流れでいうとこのサントスというのは先ほど見ましたようにもう100年以上前からありまして、腕時計の元祖の一つというふうに言われるような時計なので、そういった歴史的な強さがあるこのサントスは今のこの歴史的なこのアイコンモデルを求めるニーズにかなりハマっているのかなというふうに思います。さらにもう一つありまして、それは、今カルティエの男性からの人気が高いというのがあります。これはですね、実はカルティエというメーカーはずっと時計は作ってきてるんですけども、従来のカルティエの時計の作り方というのは、女性用モデルも男性用モデルも、同じ見た目をしているというふうな形で作っていましたので、同じ見た目でS、M、L があって、男性女性同じ見た目だよっていうところで、特にこう性別に特化した時計の作り方をしていなかったのがカルティエの今までのスタイルだったんですね。ですけども最近はカルティエ自体がこの男性のために時計を作ろうというふうな作り方をしてくるようになりまして、男性のためのモデル、例えば昔だとカリブルっていう時計を作ったりとか、その辺りから男性専用で時計のデザインを打ち出していくということをやっていますので、その流れの中でこのサントスというのは今男性に向けてカルティエが全力で取り組んでいる時計なので、この男性に向けて本気でカルティエが取り組んできたっていうところでやっぱり男性からも反応が非常に良くて今人気になっているということがあります。サントスが人気な理由はもう一つあると思っています。それはカルティエが男性のためにデザインを起こしたモデルだからです。これはどういうことかと言いますと、今このカルティエはこの男性ニーズに合わせて今時計を作ろうとしていて、その中で生まれたのがこのサントス・ドゥ・カルティエということになっていますので、この男性ニーズをしっかり組んでるっていうのはかなり大きいと思います。でそれはまず一つとしては、例えばこの男性の方が最近時計を買うときに中のムーブメントまでこだわりたいという方もいらっしゃるので、このサントス・ドゥ・カルティエにも中のムーブメント、ここは自社ムーブメントを用意してきています。で特に汎用ムーブメント、自社ムーブメントというある中で、このカルティエがこの専用の自社で作った機械っていうのは、こういったいいところがありますよっていう打ち出しもできますので、そういったところで男性の方に専用の自社ムーブメントですよっていう打ち出しをするのはかなり今のニーズには合ってるかなというふうに思っています。そして、もう一つとしては、このカルティエが男性用ニーズっていう面ではこの外装の
デザイン面でもかなり気にしているかなというふうに思っていまして、もともとカルティエというのはこうサントスを作っていく中で、もともとはクラシカルな見た目、最初はサントス・デュモンさんのために作ったので、かなりクラシカルな見た目だったんですけども、途中から今のエレガントなタイプにちょっとバージョンアップして、でその後にパネライを筆頭としたデカーツブームというかなり大きな時計が流行った2000年代ぐらいには、今度サントス100という、大きいサントスをこう作ってきたりとかで、先ほど言ったラグスポブームというのが来た昨今では、今の見た目のこのサントス・ドゥ・カルティエを打ち出してきたということがあって、ちゃんとこの時代時代この男性に合わせたこうチューニングをしているという中で、今最新のラグスポブームっていう中でこのサントス・ドゥ・カルティエを出したっていうのも、ちゃんとこのニーズを捉えたことで、ちゃんと外装のニーズもしっかりと判断して出してきているかなと思っています。では最後に、今回はこのサントス・ドゥ・カルティエのこの現物がありますので、これをお見せしたいと思います。やはりこのサントス・ドゥ・カルティエというのはこの今のこのラグスポ人気の中でそのニーズを汲み取っているっていうのをお話しした通り、随所にそういったラグスポに近い要素も取り入れてきてるんですけど、まず一つは厚みをこの分厚く作らない、薄くするっていうのも、ラグスポの要素になってくるので、そういった薄くすることによってエレガントに見せるという意味では、こちらの厚みが、約9ミリぐらいになっているので、1センチより薄くなってくるとだいぶ薄型っていうやはり感覚はあると思うので、最新モデルに関しては約9ミリ強ぐらいですので、かなり厚さは、こういったタイプの時計としてはかなり薄いかなというふうに感じます。そして、もう一つ見ていただきたいのがこのデザインのところなんですね。ベゼルデザインなんですけども、ラグスポの特徴としては、本体とブレスレットが一体型かのような見た目にするっていう特徴があるんですけども、でこのサントスに関してはこう完全にこう一体型という風ではなくてですね、こういった個性的なブレスレットをしているので、もう一体感というのはかなりちょっと難しいところではあるんですけど、それでもこのブレスレットにつながるような流れを作っているという点で、かなりこのラグスポに近いような要素になっているのかなと思います。あとはですね、この現代のこのサントス・ドゥ・カルティエはかなりこの便利な機能というのが搭載されていまして、それ一つとしてはクイックスイッチという機能があります。これはこのブレスレットを簡単に取り替えることができるシステムでして、実はこの後ろにこのちょっとしたこの色が変わっているところですね、ここがボタンになっていて、ここを押すと簡単にこのブレスレットが外れますという構造になっているので、簡単に、ブレスレットから例えばベルトですね、カワーバンドに変えることができるというのができます。で実際にこの時計の付属としてベルトがつきますので、簡単に気分で変えることができますので、こういったクイックスイッチをつけることによってこの日ごとに気分でベルトを変えるということができます。さらに、ですね、スマートリンクという機能もありまして、これコマの調整が簡単にできる機能でして、実際ブレスレットってコマがあって、ここを外すことによってサイズ調整していくんですけど、よく見ると、コマの裏に隠しボタンがついていまして、これを爪で押すとここの横のピンが浮き上がってきて簡単に外せるという機能になっていますので、ちょっと夏場冬場で腕回りが変わった場合などに簡単にサイズ調整をすることができるので、そういったサイズ調整も工具を使わずに簡単にできるというところが非常に最近の便利な機能かなと思います。ということで今回はサントスが人気の理由をお話してきました。でその中で特に今回はサントス・ドゥ・カルティエという現行モデルを主に紹介してきたんですけど、その他にも現行モデルはサントス・デュモンもありますし、あとはこの過去の作品までいくと旧型のサントスだったり、サントス・ガルベだったり、サントス100だったり、あと女性用のサントス・デュモアゼルだったり、かなりサントスって種類が多いので、今のもの昔のものも当社コメ表では比較して見たりすることもできますので、ぜひそういった取り寄せサービスをご利用いただいたり、店頭にお越しいただいたりして、そういった比較をしてみていただいて、お気に入りのサントスを選んでいただければ非常にいいのかなと思います。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。
さらに今回の内容については、ブログでも紹介をしておりますので、ぜひそちらもご覧いただくようにお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。